ローストチキンは母の得意料理でした。毎年クリスマスになると焼いてくれました。父の半世紀前の著書クッキングノートにも載っているレシピです。それは綺麗に飾り付けられた特別なごちそうでした。アルミホイルやリボンで縛り付けるところなど昭和を感じます。しかし現在は鶏の焼き方も科学的に研究され、当時よりさらにもっと美味しい調理法が紹介されていますので、今日はその両方を紹介しましょう。はい、今日はクリスマスのローストチキンを焼いていきたいと思います。鶏を丸ごと使います。で、人参と玉ねぎとニンニクとセロリを使います。シンガポールからいらした視聴者さんにこんな素敵なエプロンをお土産にいただきました。ありがとうございます。使わせていただきます。ニンニクを切ってこの表面に塗り込んでいきます。まずは母が焼いていた昔ながらの調理法です。お腹に野菜を詰めて足を縛って焼く方法ですね。で、玉ねぎを切ります。はい、人参も切ります。セロリ。では鉄板に油を敷きます。オリーブオイルでもサラダ油でも何でも構いません。薄く伸ばして、はい、その上にスライスした玉ねぎや人参を入れます。セロリもちょっと入れます。はい、で鶏を置いてお腹の中にニンニク入れたり人参や玉ねぎ詰め込みます。セロリの葉っぱも入れます。ニンニクももっと入れて、詰め込みます。はい、詰め込んだらタコ糸で足を結びます。交差させて、私も若い頃実家のお店で鶏をさばいて焼いていましたが、丸焼きは数回、ほとんど記憶がなく、ひたすら骨付きのもも肉や手羽先を味付けして1日に何百本と焼いていました。クリスマスシーズンは1日2000本、焼いても焼いても間に合わず、3日くらい徹夜が続き、最後は立っていても眠ってしまうほどに疲れました。はい、油を塗ります。そして塩コショウします。反対側にも塩をかけます。ちょっと色付けにパプリカも振ります。オレガノ、ラント、はい、これを温めておいたオーブンに入れます。今焼いている間にいろいろやります。鶏についてた足と頭を煮込みます。出し取ります。
ライパンに油を敷いて内臓を炒めます。足や頭は出汁を取ってスープにしたり、カレーやシチューなどの煮込み料理に使います。そして内臓は私の得意料理、ホルモン串を以前レシピを紹介したことがありますが、炒めて味付けします。ホルモン串は概要欄のリンクからご覧ください。砂糖入れます。みりん、醤油、実家のお店では鶏をさばいて出る内臓を貯めていき、3日に1度くらいまとめてホルモン串にしてタイムセールしました。店頭に出して1時間経たずに売り切れる人気のおかずでした。とても美味しくて栄養豊か、貧血にも効果的な食べ物です。はい、片栗粉入れます。はい、これは一品出来上がり。火止めます。はい、もう1時間以上やってます。何回かこうして油をかけます。で最後焼き上げに少し温度を高くします。さあどうでしょう。焼けたかどうか串を刺してみましょう。大丈夫ですね。刺してみて血が出なければ大丈夫です。大丈夫、焼き上がりました。じゃあ出します。火を止めて、はい、お粉を出して野菜を並べます。はい、アルミホイルを巻きます。こんな感じ、毎年教会でクリスマスをお祝いするときに、母は朝から準備してこのローストチキンを焼いていました。2003年クリスマスの写真です。こちらは2009年、そしてこれは2010年のクリスマス。野菜ケーキみたいなのがあるじゃないですか、今。ケーキも教会学校の子どもたちが楽しく手作り。いちごを自由にたっぷりのせて遊び心ですね。そして2011年は日本での最後のクリスマスとなりました。そこからさらに11年の歳月が流れ、2022年クリスマス、8月に母が天国へ旅立ったので、
今年は私が焼きました。はい、ローストチキン焼き上がりました。はい、こんな素敵なクリスマスケーキも届きましたよ。フェリスナビダ。では現代の科学的に美味しく肉を焼く方法も紹介しましょう。カセイロ、大きいですね。もうすでに中処理されてます。これはこれでまた別で調理します。一回洗いますね。さっとよいしょ、身も取っちゃいましょう。ではまずしっかり水分を取りましょう。パリッと仕上げるためにクッキングペーパーで水分をしっかり拭き取ります。前日から冷蔵庫に入れてラップしないで乾かしてもいいです。はい、しっかり水分取ったら塩を練り込んでいきます。塩は鶏の重さの約 0.7% の量を外側や内側にすり込んでおきます。お腹の中にも入れます。お腹には詰め物をしませんし、足も縛りません。鶏の部位によって最適な温度は異なるのに、縛ってしまうともも肉に火が通らないうちに胸肉が焼けてしまうからです。この方法ですと皮をパリッと、肉はジューシーに美味しく焼けます。はい、でこれを1時間ほど置いときます。はい、1時間経ちました。塩を塗っておくことで塩とタンパク質が反応してお肉がしっとりとなります。さてここにニンニクを塗り込みます。香り付け、これは母がよくやってたことですね。ローストチキンにニンニクをすり込む。で、新しいやり方はお腹の中に詰め物をしませんけど、このニンニクだけ入れときましょう。バターを塗ります。オリーブオイルでも構わないです。中にも塗り込んどきます。そしてトレーにバターを塗って、葉付きの人参買ってきました。これを使います。この辺で切って土に置いとくとまた生えてくるっていう説があるので試してみます。やったことないので。これを敷いて人参を周りに置いて鶏をのせます。でこれで低温でじっくり焼いていきますね。もう一回だけ軽く塩振って胡椒、そして色をつけるのにパプリカ振ります。オーブンはなるべく低温で、この鶏は特にサイズが大きめですから2時間以上じっくり時間をかけて焼きます。これを温めておいたオーブンに入れます。一番最低温度にします。下からか上からかどちらかしかつかないので、まずは下からやります。最後に上からの火で仕上げます。はい、2時間ぐらい焼きました。一回取り出します。はい、油の汁を上にかけます。皮がいいパリパリ具合ですね。で、油をかけることで焼き具合を均一にすることができます。オーブンはちょっと強火にして温めておきます。でこれをもう一回オーブンに入れて強火で焼き上げます。はい、今度は上からの火で焼きます。10分経ちました。どうでしょう、焼けてるかどうか確かめてみましょう。
はい、出してみます。透明な汁が出てくれば OK です。パリッパリですね。はい、これでいいでしょう。移します。はい、切ってみましょう。パリッパリ、外はパリッパリ、中はジューシー。はい、いい感じでできました。どうです？美味しそうですね。パラグアイでもよくこのように丸ごと焼いた鶏をいっぱい並べて売っています。パラグアイに来たばかりの頃はその安さに驚きました。当時は500円くらいでしたが、物価上昇と為替変動のおかげで今は800円くらいになりました。まあそれでも日本と比べたら安いですが。はい、胸肉も美味しそうにジューシーに中は仕上がってます。完璧ですね。美味しそう。この焼き方は本当に美味しい。パラグアイでも日本でもそうですが、焼き上がってパックされてスーパーなどで売っているのは焼き上がりから時間が経っているので、美味しい肉汁が抜けてパサパサな食感になっていることが多いです。じっくり時間をかけて焼き上がりを食べると全く違う食べ物かと思うくらい美味しいですよ。昭和レシピチャンネルでは古今東西のさまざまなレシピを紹介しています。特に毎月新しいとっておきのレシピを1本紹介していますのでお見逃しなく。新年1月はアニメ「鬼滅の刃」で炭治郎が食べていた山かけうどんを完全再現。海苔とわさび以外は全て自家製。お楽しみに。それでは皆様、良きクリスマスと新年をお迎えください。登録と評価、コメント応援よろしくお願いいたします。Nos vemos. Chao chao.